誰もいなくて、意外と自分のチャンネルはね、固定客がついてるってことに後になって気がついて、まあじゃあそっちでそっちで回そう方がいいかっていうふうな、まあ、話で、そうでね、結局そうだからそうでね、そのいろいろとそのフィリピン人のそのオーソドックのそのポールっていうのも実は、はい、これ言ってたのが、オイストこの前発表しに行ってきたんですか。オイストさんの僕は勝手にパラパラって名前つけてですね、パラロガスイメージのパラドックスみたいな発表してて、でその発表の後、あれ来ましたよ、シルバンだけ、その相方さん、パートナーが来てて、で実はあれ話、実はあれですよって言ったら、ケニアのところのポストクのパートナーです。あ、なるほどって、で声かけてくれて、なぜかというとどんな人なのかと知りたくって、そのフィリピンの方が。で、ただ自分はおいしそうに発表しに行けなかったから、でそれでちょうどシルバインさんだったんですよね。でが来てるわけですから、シルバインだけ何だっけ名前か覚えてない。まあそのステファノ、そうステファノがちょっといろいろ話してみたいんですっていろいろ話してて、実はだから彼らの考え方とかも実は面白くて、そう全然違うでしょ。だからステファノがねの一族がね、リナックスの開発に携わった人間だから、多分今の IT 系のメガプラットフォーマーとかはって思ってるんだと思う。でしょ。で、まあ僕は彼らのアイディアに全く同意 100% 同意ではないのね。ドーラとか手のああいうそのインパクトファクター見ませんとか、ああいう雑誌の名前見ません系のああいうダッキーアジェとかイライフとか、そうで、まあイライフとかはいいのかな。オーソもそうですけどね、なんかオーソリティとか権威っていうのをあんまり全く否定する立場は取らないのね。っていうのはさすがに自分らももう無理やん。そのさ、僕たちは雑誌の名前とか見ませんとかって言ったところで、そういうなんかどうら我々なんとかでくるなんか正式名称忘れちゃった。じゃあここに写ってるの写真に写ってる人たちは誰か他の人を評価するときに本当にガチでその人の書いた論文の内容とかを全部読んで全部理解できるのかっていうと、それはもう無理だから、まあ、どっかで情報の圧縮というかどっかでスキップしないといけないよねってプロセスはあると思う。だからまあそのために「ネイチャー」とか「サイエンス」っていう雑誌はね、うちらに出しときゃまあ品質保証しますとかっていう権威として機能してるとは思うのね。まだ機能してるとは思うんだけども、で問題で、ただ僕はだから彼らの言ってることに多少同意するのは、じゃあこれから未来英語を彼らが品質保証の団体として機能し続けるかどうかは分からないなっていうね。それはちょっとわからないっていうのと、あとその費用対効果もあって、そうです120万ぐらいするんですよ。そうでしょ。で研究費1個分なんですか。研究費1個分でしょ。でその権威を維持するためにどこでもそうだと思うよ。どこどこ王室とかね、まあ、権威だったりするでしょ。なんとかアカデミーとか、まあなんか宗教団体の偉いさんでもいいけども、シンボリックな人で、そのシンボリックな人物なりシンボリックな団体なり誰かを維持するためにかかるお金っていくらって考えた時に、それはサステイナブルなのかっていうのはそこはちょっと疑問で、他の方法はあるんじゃないのっていうふうに僕は考える。で彼らも彼らなりに考えてる。うまくいくかどうかわからない。そのステファノと話した時に、結局彼がこれ見てきたんですって。チュリヒかなんかにいましたので、チュリヒの時に結局例えばですね、自分のボスがもうすごい人だと。でその名前だけでネイチャー通るとか、もう通すとか、でもそしたらコツ頑張った他のところは、ただそういう権威じゃなくて、これから権威になろうと思った人たちがクオリティが圧倒的にこっちが高いのに、ただ名前負けしちゃうとか、それおかしいよねとか。であともう一つあれですね、やっぱりそのポールの考え方もあるわけなんですが、要するに例えばフィリピンという、まあ僕の場合インドネシア、そういうだけでももうレベル低いでしょってなっちゃうというのがあって、ちょっと
嫌だよねと、ちゃんと中身見てないねと。だから例えばポールが出して姉ちゃんとって言っても、結局後ろのラストオーサーが偉い人だ。だからあれが単独の時にはクオリティが同じやつでも取るかというのが彼がすごく不満に思っていると。であとはもう一つは例えばその100日版の投稿いくらなんでも、あれ100日版って国によってはもう3年か4年の研究予算なんですよね。無理と。それがおかしくて結局そこでまず切るんですよね。それがもう明らかにそれが皇族的な存在になってしまうと。まあほんまにサイエンスですかと。で場合によってはじゃあ共同研究しやなあかん。ほなじゃあ金持ちのところと研究しやなあかん。結局最終的にはこれ全部コロニアリズムが終わってなくてこれは全部全て持っていかれてるんやというような考え方みたいですよね。僕はさっき太田さんがおっしゃる通り、僕は彼が言ったのがこれです。それがすごく僕はそれがもう賛成するし、自分の発展途中から来た人だからその考え方ものすごく分かっています。ただし問題なのがこうやってた時にだってお前姉ちゃん持ってないからだから姉ちゃんの悪口してるだけやんけという冷やかされる可能性も非常に高いということなので、あなたたちの場合はそういうハイクラスの研究できる、しかもそのコネクションがあるうちに使うべきやと僕は言ったんです。使ってトップになった時にギャフンと言わせた方が絶対だから姉ちゃんがこうやからとか言ってあごめんだけどさこれ姉ちゃんですでその姉ちゃんのと同じぐらいのクオリティで同じ時期に投稿料が5,000円のものの雑誌でただ学会用のインパクトファクター 0. 何ぼと言ってるものと同じぐらいですこれですと。そしたら自分も姉ちゃんとしたことあるで。ただとしたことないとかね、もう冷やかしが来ないですよ。見てください。これ証拠でしょと言えるんやでと僕言ったんですよね。ステファノに。ああ、そりゃそうですね。なのでしかも皆さんが今まで若いと、残念ながら今おっさん政権ですでおっさんどこの世界でも一緒とでおっさん政権は結局やっぱりその権威あるものをうんたらかんたらうんたらかんインパファクターはわっと言ってるわけ、そしたら自分が勝ち抜いてきた時にギャフンという人がインパクトがある今の段階でもちろんでもステファノも言った私の場合は余裕があるからどっちみち大丈夫ですポールはどうですかと言ったんですよね僕その通りだから勝ち抜いてきた2人が言ったら影響力がすごいだからまず先が You have to play along with the game って僕言ったんですよ。まあそうで多分そこでねだからいつゲームチェンジが起きるんだろうかな的なことも自分も考えてたりとか、まあそのゲームに参加するかどうかとかあとまあその全然違うやり方でそのネイチャーサイエンスのああいうオーソライズされたのがこうギャフンと言えるような仕掛けを作れるかどうかでしょそれって、そこだと思うだからいやいいよとバイオアーカイブとさゾーロジカルスタディーズに載せてでこれのサイテーションが一般的なネイチャーサイエンスに載ってくるやつを上回る仕掛けを自分らでもし作ることを真剣に考えてるんだったらすごく面白いしサポートしたいなってそこまでやるっていうね。で多分それってネイチャーサイエンスに一発二発論文通すのの10倍の労力をかけた恐ろしい戦いをやるかってそっちをやるんだったら僕はそっちの方が面白いからやってみようよっていうでそれを本当にやりたい連中っていうのが彼ら2人だけなのかなと思ったらやっぱりゾーロジカルスタディーのエディターとかもネイチャーサイエンスを直接否定するっていうわけじゃないけども雑誌社投稿料取りすぎだろと、アカデミアジェニカにもうすでにあるわけだから、こっちで回させてくれよとで、僕もなるほどなと思うし彼もなるほどなって思うのはやっぱそれってそんだけの投稿料を取ってるだけの効率で回ってるっていうね、投稿した今、インドのハンドリングするなんかアシスタントにやってて、全部全てワイリーとか SAB は全部そうちょっと時間経ったらフィリピンに回ってで今なんかアメリカのどっかで担当者コロコロ変わってるけどどうなってるのっていうね。で担当者辞めたから今これで何やったっけ何やったっけじゃなくて聞けやってなるけどでなんか23通メール来てるけどさなんかソーリーなんとかなんとかなんとかってその画面のシステム作ってる人と情報を扱ってる人と
そのマニスクリプトハンドリングしてる人とレフリーとでチーフエディターとの連携本当に取れてるとかってめちゃくちゃ時間かかって何周も回って「すいませんここ直してください」とかってそれもう1回目で言ってこいよっていうのにでそれに対しての僕は不満もあってで同じことをねそのゾーロジカルスタディーズのエディターの人も言ってたからいやそれでこの金取るってなんやねんっていうのは分かるというのともう一つは PDF とかをラテックスでコード書いてPDF のファイルとかで自分でできちゃうし。お前授業？はい授業です。4件目授業 OK 帰ってきたよ終わったら今日英語の補習があるのでなんか画面に映って YouTube デビューしとく私の YouTube のチャンネルでいきなりこの映ってしまうっていう風なこの対談の様子をねこの私のチャンネルで勝手に流して太田先生の全世界発信の全世界発信されている出るで報告がありますよ報告がありますデニムさんのところに行ってきましたみたいな適当な編集でダラダラ話してる動画が載るっていう授業あと放課後ある時間今日バイトなんで7時からやったらこれですよよきさお前ここ何時までここ5時過ぎぐらいまでです。一瞬こっち来れるわかりました。ただ単純に人で聞いただけ一瞬わかりました。はい。どこまで住んでんだっけ今サンプルのあれでその抽出物の違うアライメント系統樹ケトですか。ケトはもうできて俺言えやできたって今パワーポイントにまとめてる途中です。OK 場合によっては3ファイル先に送っといてわかりました。はい。先にとこじゃあはいいってらっしゃい頑張るなんでデフィンキングで英語落ちたんだでその流れでそう今ちょうどこの話が流れがこうこの途絶えたところでそう別にオフィシャルなインタビューじゃないけどデイビンさんにこれを聞いといた方がいいだろうな案件っていうのが、そのポールも言ってたけどパラシュートサイエンスってなんか言葉があっていわゆるなんか嘘ですかポールがそれ使ってたんだけどいわゆる今の新興国かつて発展途上国と言われてた国の地域にいわゆる先進国のサイエンティストがわーいってやってきてでここのサンプルちょうだいねサンプルザーってもらってって自分らのところ頑張って論文書きました僕らの成果っていうのをそのインドネシア人科学者的にどう思うかっていうね、実はこれもですね一回ある国際学会に、